今回はベネトン B192 のパート3です。92年に急に速くなったベネトンチームですけども、どんな理由があったのかっていうのを探っていきたいと思います。ベネトンチームの変貌。92年急に速くなったベネトン。新車 B192 だけでなく、序盤の B191B でも改装。車が速くなった理由は、優秀なエンジニアたちは何をもたらしたのか。前年までのベネトンは、マクラーレンを追いかけ回すなんてことは全然なくて、それが92年になったら、最初からマクラーレンと同等の速さ。序盤のレースではベネトンの方が速かったと言ってもいいぐらいでした。新車の B192 が速いだけならまだしも、改良型とはいえ、旧型の B191B でも速かったわけですけども、それはどうしてなのか。どうしてそんなに速くなったのか。あと、前の動画で紹介した、この年、ベネトンに集結した優秀なエンジニアたち。彼らはチームにどんな効果をもたらしたのか。その辺を探っていきたいと思います。最初の発端として、優秀な人材が集まったにしても、それをそうしようと考えて行動したのはブリアトーレさんなので、この92年より前にブリアトーレさんが何を考えてたのかというのを紹介したいと思います。何年もの間、チームとしての弱点は技術的な部分でした。ジョン・バーナードの起用でこれを補った時期がありました。しかも彼は天才ですから、我々は言いなりになるしかない危険性がありました。彼はもっといいオファーを受けて問題をいくつか残したまま去っていきました。これちょっとね、日本語訳が一本上司で変なんですけど、ほぼそのまま掲載してます。これ以前はジョン・バーナードさんをチームに呼んできて B191 を作ってもらったわけですけども、あっという間にいなくなっちゃいました。ブリアトーレさんが言うには、ベネトンチームは技術的な部分が弱点だったと。彼一人が決めたわけじゃなくて、エンジンを供給しているフォードの意向も大きかったようですけども、それでバーナードさんを起用したんだけれども、彼は天才ですから我々は言いなりになるしかない危険性がある。これは何を言おうとしてるのかっていうと、バーナードさんってもうこの時は絶対的王様みたいなデザイナーですから、彼の命令のもとに動くというチームじゃないと、彼の仕事は成り立たないんでしょうね。一緒に頑張ってこうってよりも、彼が考えたことをどうやって実現するか、どうやって物を作るか、何しろ彼からのオーダーによって動くというスタイルな気がします。それをブリアトーレさんはこれ言いなりになるしかない危険性って言ってるんだと思います。で、しかももっといいオファーを受けて、いなくなってしまったと。問題をいくつか残してと。これ穏便な訳し方を知ってますけども、ひっちらかしていなくなったと。そういうことだと思います。結果を言うと要するにこのやり方はうまくいかなかったってことですよね。私は技術者というだけでなく、財政面もパートナーになれる人物が必要だと考えたのです。ウォーキン賞は優秀です。技術者であるばかりか、商売の経験もある。トムは完璧なハマり役です。技術者サイドを強化したいんだけど、ブリアトーレさんは技術者じゃないので、それがよくわかってる人で、しかも金勘定もちゃんとできる人がいいと。さっき言ったように、ジョン・バーナードさんは芸術家みたいな感性の人だと思うので、金勘定をやってくれっていうのはおそらく無理だと思うので、一緒にチームをマネージメントしながら、お金のことも考えながら、技術面を強化できる人って考えて、トム・ウォーキン賞に頼んだってことですね。なので、この時のベネトンは、ベネトンの中に TWR、トム・ウォーキン賞レーシングがくっついているという状態ですね。で、運営することになりました。ウォーキン賞もベネトンの株式を所有して、ベネトン側も TWR の株式を所有してという形で、お互いが一体になってやってるという形です。でもこれは技術者の流出を防いだりとか、組織を安定させるためには、この時点ではいい判断だと思いますね。まず TWR、トム・ウォーキン賞に頼むことによって、チームのマネージメントを一緒に考えながら、技術者たちもマネージメントしていくということを、一緒にやってくれる人ができたわけですね。それによって、ウォーキン賞は、TWR でグループシーカーのジャガーを一緒にやってたロス・ブラウンを連れてきて、チームには必要だと考えて、ロリー・バーンさんとパッド・シモンズさんを呼び戻しました。前にも紹介した通り、この二人はレイナードのプロジェクトがダメになって戻ってこれるようになってたので、タイミング良かったんですね。で、ちなみにこのロス・ブラウンさんもパッド・シモンズさんもロリー・バーンさんも車を作れるレベルの技術者ですね。ロリー・バーンさんは当たり前ですけど、
ロス・ブラウンさんも C カー作ってたし、その前も F1 デザインしてました。パット・シモンズさんは後でちょっと説明します。でも要するに、車をデザインできるレベルの人が何人もいるというのは、この時のベネトンは、エンジニアの層が厚いですね。いい技術者を豊富に抱えている状態になったってことですね。そういう意味では、マクラーレンよりもウィリアムズよりも、この時点ではベネトンが上のような気がしますね。今回は、パット・シモンズさんが来たことによって、じゃあどういう効果が出たのかっていうのを紹介したいと思います。パット・シモンズさんをね、簡単に紹介しますね。この時は、シューマッハ担当のレースエンジニアをやりながら、開発のチーフエンジニアだそうです。で、簡単な過去の経歴は、フォーミュラ・フォード、FF1600、FF2000 をバーンと共に設計。バーンに誘われ、トールマンへ移籍。90年、レイナードへ移籍したが、91年、再びベネトンへ戻ってきた。なので、この時点まで、ロリー・バーンさんとパット・シモンズさんは、長く一緒に仕事をしてきたんですね。ただ、このベネトンの後に、バーンさんはフェラーリに行っちゃいますけど、シモンズさんはこのベネトンチームにこの後しばらく留まります。だけど、今でも F1 の仕事してますよね。そこからもパット・シモンズさんって、すごいレベルの高いエンジニアだっていうのがわかりますよね。彼が来たことによって、シューマッハはこういう風に変わったそうです。ウォーキンショーさんがね、こう言ってます。ベネトンは去年よりもオーガナイズされたので、ミハエルはウィンターシーズンに大きな進歩を遂げたんだ。新しいレースエンジニア、パット・シモンズを得て、分析に基づいたドライブをするようになり、効果を上げている。いい人材が揃って、組織がちゃんと整ったと。オーガナイズされたと。で、それによって、ウィンターテストからシューマッハは進化したと。担当のレースエンジニアがパット・シモンズさんになって、データをより詳細に分析するようになったっていうことだと思いますね。シューマッハはこう言ってます。その話は本当だよ。僕たちは今、小さな問題でも詳細に分析するんだ。去年のミーティングは1時間足らずだったけど、今は2、3時間かけて行うんだ。どんな小さな問題でも、エンジニアが僕に質問してくるから手を抜けないんだ。ミーティングが91年は1時間で終わってたのが、今は2、3時間やってると。これ例えばマクラーレンホンダ時代のセナプロもそうですけど、すごい長い間ミーティングしてた。詳細なミーティングをしてたって話ですけど、やっぱりトップチームになればなるほど、技術の分析っていうか、データの分析が詳細なんでしょうね。そういう意味で、テクニカルなミーティングのレベルが上がったってことだと思いますね。各コーナーの侵入からAPEX を通って立ち上がりまで、スピードと G をチェックして、タイヤとダンパー、スプリングがいかに機能するか一緒に検討する。時にはリスクを伴ったセットアップにさえトライするけど、共同作業をすることによって自信を深めることができる。各コーナーごとにサスペンションがどんな動きをしてんのか、タイヤがどんな状態なのかっていうのをデータを見て分析するんですね。それによってシューマッハは走りながら、今タイヤがどういう状態なのか、車がどういう状態なのかっていうのを、レースの前にきちんとそういうデータ分析をしてるので、それが分かりながら決勝のレースを走ってるってことですよね。で、それにプラスして大きいのが、共同作業することによって自信を深めることができる。そこまで細かいデータ分析をして、車の状態を把握した上で走ってるんで、精神的にもリラックスして自信が持てるんでしょうね。なので、この時のシューマッハは何か怖いもの知らずで速く走ってるように見えましたけど、そんなことはなくて、ちゃんと車の状態、どこまで何をしていいっていうのをちゃんと分かった上で早く走ってたわけですね。で、ちなみにこれ付け足すと、この年からベネトンはタイヤがグッドイヤーに変わったわけですけど、このタイヤテストもシューマッハはウィンターテストですごい走り込んだそうです。ピレリからグッドイヤーに変わってタイヤの特性が違うわけなので、それを把握するために走り込んだそうですね。なので、しっかりした事前準備と膨大なデータの分析によって、シューマッハは速く走ってたってことですね。はい。こういう感じで、まず、チーム全体のエンジニアリングのレベルが上がったと。詳細なデータを分析するようになったと。それによって、特にシューマッハは速くなったと。ブランドルだって速いんですけど、やっぱり特にシーズン前半、シューマッハの方が速かったですよね。次にエンジンの話をしたいと思います。実は影の立役者、フォード HB シリーズ6。92年シーズン開幕から使用、ニューマチックバルブ採用。
過小評価されたエンジン。モービルの特殊燃料もベネトンの速さを後押し。前の動画で私この年フォードは V12 に力を入れてたから、フォード HB はおざなりだったって言いましたけども、V12 は使用しなかったので、HB でずっと戦ったわけですけど、特にこの開幕から使ったシリーズ6は非常に優秀だったようです。シーズン最後はシリーズ7を使ったようなんですけど、シリーズ7は最初壊れてばっかで全然使えなくて、結局シーズンの大半をこのシリーズ6で戦いました。で、改めて調べてみると、ちゃんとこの時からニューマチックバルブ使ってるんですね。フォードのコスワースもちゃんと新しい技術もさっさと取り入れてるんですね。なので、過小評価されたエンジンかなと思います。で、特殊燃料については、後で詳しく説明しますね。で、このシリーズ6のエンジンについて、シューマッハはこう言ってます。ドライバビリティがとても良くなっている。だから、レブもスピーディーにアップできるし、パワーを無理なく引き出せる。パワーバンドも広い。最高レブも去年の13,000回転から今は13,700回転に上がってるからね。すごいシューマッハ絶賛してますね。まずドライバビリティが良い、パワーバンドが広いって言ってるのは、単純に回転数が広がったっていうのもありますけど、このエアバルブになることによって、カムプロファイルの適正化、金属バルブの時にはできなかった理想的なカムプロファイルに近づけることができるんだそうです。なので、単純に最高出力が上がっただけじゃなくて、中間域のパワーも上がって、おそらくエアバルブによってフリクションも減ったことが、このドライバビリティが良くなった。パワーも無理なく引き出せるって言ってるんだと思います。なので、このエンジン特性は、最高出力というよりも、扱いやすさがさらに良くなったっていうことと、回転数が上がったことによって、このギアでもうちょっと引っ張りたいとか、そういう時にすごい効いてくるような気がしますね。なので、ドライバーにとっては、実戦で非常に使いやすいエンジンなのかなという気がします。で、特殊燃料についてなんですが、これマクラーレンホンダの動画の時にも紹介したんですが、92年、新燃料規制で、エルフモービルアジップは明らかにシェルを上回った。キャラミで見せた速さは、区間によってはルノーばかりか、フォードもホンダに迫る速さを見せた。ブランドルはこう言ってます。パワーアップの主な原因は燃料にあると。92年はガソリンの規制が変わって、それによって前年最後圧倒的な速さを見せたホンダとシェルは急に遅くなりました。だけど、エルフモービルアジップは新しい規制に合わせたいいガソリンを作ったので、速くなったんです。で、これ、キャラミで見せた速さはってここでは書いてありますけど、モービルもいいガソリンをずっと作り続けてたみたいで、例えば、イギリスグランプリ高速サーキットですけど、あのコースでもマクラーレンホンダよりベネトンの方が最高速が上だったそうです。この HB というエンジンとモービルのガソリンが非常に優秀だったってことがわかります。なので、エンジンも良かったし、ガソリンも良かった。それも、この年のベネトンの速さを後押ししたっていうのがよくわかります。この年のベネトンフォードを、意外な人がね、褒めてるというか、警戒しています。フランク・ウィリアムズさんは、この当時ね、こう言ってますね。ベネトンがフォードの V8 を使ってるもんだから、大抵の連中があそこを過小評価する傾向がある。だけど、あのエンジンはかなりの大きな馬力があるんだ。ハイテクがなかったとしても、新型の B192 は驚異的なシャーシだよ。と言ってますね。フランクさんは、自分たちの車が速くても、ベネトンを警戒してるんですね。エンジンだってちゃんとパワーがあるし、B192 は驚異的なシャーシだって言ってるんですね。なので、ちゃんとライバルの車の見るべきところをね、ちゃんと見てるなっていう感じがします。こんな感じで、92年ベネトンが速くなったのは、まず組織をきちんと作り変えて、優秀なエンジニアたちを揃えて、そのエンジニアたちが機能するようにマネージメントしたと。それによって、ドライバーとのミーティングであるとか、そういうエンジニアリング全体のレベルが上がって、ドライバーも車を理解してしっかり走ることができたと。まずその辺がマネージメントが良くなったことによって、速さがアップしたという部分ですよね。で、次に、実はシーズン当初から使ったフォード HB のシリーズ6が優れたエンジンだったと。なかなかパワーがあるし、扱いやすいと。で、ちなみにこのシリーズ6っていうエンジンはほとんど壊れなかったんです。その点も非常に優秀です。そのおかげでベネトンは大量にポイントを取ることができました。で、そのエンジンにプラスして、実はモービルも非常に優秀な特殊燃料を供給してくれていたと。シェルとエルフばかりが目立つんですけども、そんなことはなくて、モービルもきちんとした燃料を供給してたと。当たり前ですよね。モービルって、だって世界のモービルですから。で、付け加えると、フランク・ウィリアムズさんは、ベネトン・フォードを実は
すごい評価していて、警戒していたということになります。これが92年、ベネトンが速くなった理由ということになりますかね。まあ何にしても、車を速く走らせるにしても、結局は組織があってのことなので、きちんとした組織を作って、いい人材を揃えて、きちんとしたマネージメントをする。やはりそこから始まるんですね。これが車だろうが何だろうが全く一緒なんですね。はい。この点は私も動画作りながら非常に勉強になりました。もう一個ちょっとマニアックな動画作れるかなと思いますんで、はい。頑張りますのでよろしくお願いします。